美穂、美穂どこだ？ある台風の夜、家から抜け出し、迷子になってしまった娘を、俺は必死に探し回っていた。すると、公園の一角で、一人の少女が娘を助けてくれていた。見つかってよかったね。じゃあこれで。ありがとう。って、ちょっと待って。お礼を言った時に見えた少女の顔には、不自然な青あざが見て取れた。医者である俺は、その様子に異変を感じて、少女を引き止めることにした。そして、この出会いがきっかけで、人生の転機を迎えることになるなんて、この時の俺は想像もしていなかった。俺は、藤中幸也、36歳で田舎の内科医をやっている。パパ、おはよう。おはよう、美穂。朝から娘の美穂が俺の布団に飛び込んできた。4歳になったばかりで、明るく活発、時々おてんばなところもある可愛い娘だ。都会の大学を出て医者になった俺は、大学病院に勤務していたが、3年前、あることがきっかけで、父の後を継ぐため故郷に戻ってきた。そのきっかけとは、妻が突然の事故で亡くなったことだ。当時のことは今でもはっきり覚えている。もしもし、藤中幸也さんですか？奥様と娘さんが。突然の警察からの電話に慌てて指定された病院へ向かったが、妻はすでに息を引き取った後だった。警察からの説明では、信号を見落としたトラックが横断歩道を渡っていた妻と美穂に衝突したらしい。妻がとっさに美穂を抱え込んでくれたおかげで、美穂は軽傷とのことだった。パパ、マママはお空に行っちゃったんだ。状況が分かっていない美穂を抱きしめながら、俺は号泣した。葬儀の日、父と母が葬儀場に駆けつけてくれた。幸也、本当に残念だったな。父は俺の肩を強く握りしめ、母は泣きながら美穂を抱きしめてくれた。そして葬儀が終わった後、父が俺に言った。幸也、もしよかったらこっちに帰ってこないか。実は俺も年だし、診療所のことどうしようかって考えていたんだ。お前が継いでくれれば安心だし、何より美穂ちゃんにとってもこっちの方がいい環境になるんじゃないか。そうだな。ちょっと考えてみるよ。その時はまだ妻との思い出が濃く残る街を離れる気持ちになれなくて、一人でしばらく頑張ってみようなんて思っていた。それから半年間、俺は仕事と育児の両立に奮闘した。保育園に預けながら大学病院で働き続けたが、残業も多く、美穂を迎えに行くのが遅れることもしばしばあった。夜勤の時は夜間保育に預けたが、どうも美穂の様子もおかしくなっていった。幸也さん、最近の美穂ちゃんなんですが、保育園の先生に心配されるようになり、夜泣きが増え、時々、ママ、ママ、と泣きながら起きることもあった。抱きしめてあげることしかできない俺は、無力感でいっぱいだった。そしてある日、美穂が熱を出したとき、俺は途方に暮れた。仕事を休むわけにもいかず、でも美穂を一人にしておくこともできない。
なんとかその場はしのいだが、これからもこうやって二人で生活していけるのだろうか。自問自答した後、俺は決意した。もしもし、父さん。どうした、ユキヤ。俺、やっぱりそっちに戻ろうと思う。美穂のためにも、自分のためにも、両親の近くで暮らす方がいいと思ったのだ。こうして俺は、父の後を継いで、診療所の医師となった。それから3年が経った今、診療所は、俺と看護師の修子、ジムの和美の3人で回している。おはようございます、先生。今日も患者さん多そうですね。ああ、風邪が流行ってきてるからね。修子は28歳。まだ若いが、仕事はきちんとこなす、頼れる存在で、温厚で思いやりがあり、患者からの信頼も厚い人だ。おはようございます。明るい声とともに、和美が出勤してきた。今日も元気ですね、和美さん。当たり前ですよ。年寄りは元気が取り柄ですから。いやいや、まだ若いじゃないですか。やだ先生。私もう54よ。豪快に笑い飛ばす和美は、うちの診療所のムードメーカーだ。よし、診察終わりだな。おっと、もうこんな時間だ。お疲れ様でした。修也先生、美穂ちゃんのお迎え間に合いそうですか？うん、ギリギリ大丈夫。実家には今、俺と美穂が2人で住んでいる。引退した後、父たちは繁華街でのマンション暮らしを選んだからだ。だから、普段は以前と同じように、俺がワンオペで美穂を世話しているが、今は夜勤もないし、いざという時は母が手伝いに来てくれるから、生活はだいぶ楽になった。美穂、お待たせ。あ、パパだ。保育園に迎えに行くと、美穂が笑顔で駆け寄ってきた。今ね、お絵かきしてたの。そうか。何を描いたの？パパと美穂。美穂は嬉しそうに描いた絵を見せてくれた。これがパパで、こっちが美穂だよ。上手でしょ？ああ、とても上手だね。パパ嬉しいよ。えへへ。美穂はすっかり本来の明るさを取り戻した。まだ4歳だから言葉もたどたどしいところがあるが、それがまた可愛らしい。俺自身、妻を亡くした悲しみは、今でも心の奥にあるが、美穂の笑顔を見ていると、この子のためにも前向きに生きていかなきゃと思う。そんなある日曜日のこと、前日から台風が接近していて、ニュースでも頻繁に、夜から本格的に雨風が強くなるという注意喚起がされていた。ゆきや、いってらっしゃい。母さん、こんな日に悪いな。仕方ないじゃない。当番医なんだから。台風が来る前に終わるといいわね。ああ。パパ、頑張ってね。美穂、ばあばといい子でお留守番しているんだぞ。うん。笑顔を向ける美穂の頭を撫でて、俺は診療所に向かった。ゆきや先生、おはようございます。修子さん、おはよう。休日に、しかも台風が近づいているっていうのに、出勤してもらって悪いね。仕方ないですよ。休日の当番医は持ち回りですから。俺たちが話していると、和美が診療室に顔を出した。先生、患者さん思ったより多いから、もう始めていいですか？あ、はい、お願いします。
診療所は予想以上に混雑していた。体調を崩している人はもちろんだが、台風を危惧してか、予備の薬を受け取りに来る患者も多かった。なんだか雨が強くなってきましたね。午後になり、秀子が心配そうに窓の外を見た。確かに予報よりも早く風雨が強まっている気がする。そうだな。ちょっとピッチ上げようか。帰れなくなる患者さんが出たら大変だ。それでも結局、予定よりも1時間ほど遅れて診療を終えることになった。秀子さん、和美さん、今日はありがとう。気をつけて帰ってね。はい。外に出ると、秀子の言葉通り、すでに風雨が激しくなっていた。ただいま。おかえり、ゆきや。遅かったわね。ああ、患者さんが多くてね。みほは？そっちでお絵かきしてるわ。じゃあ私も帰るわね。今日はありがとう。もう結構雨と風が強いから気をつけて。ええ。じゃあまたね、みほちゃん。うん。バイバイ。その後、母が作ってくれていた夕食を食べて風呂に入ると、あっという間に寝る時間になった。パパ、もうねんねする。ああ、一緒に布団に行こうか。美穂を寝かしつけた後、俺は少し仕事をすることにして、パソコンに向かい、資料をまとめていると、外の風雨の音がさらに強くなるのが分かった。それからしばらく集中していると、何か物音がした気がした。なんだろう。もしかして、美穂が起きたのかもしれない。美穂？部屋に行くと、なんとベッドは空っぽだった。美穂？俺は焦る気持ちを抑えながら、家中を探し回った。寝室、キッチン、風呂場。だが、美穂はどこにもいない。玄関には鍵がかかってるから、外には出てないはずだけど。自分に言い聞かせるようにつぶやきながら、もう一度家中を確認した。すると、リビングの窓が少し開いていることに気づいた。もしかして、この窓から出て行ったのか。恐怖が背筋を走った。台風で風雨が強まる中、4歳児が一人で外に出るなんて何があってもおかしくない。とにかく探さなきゃ。俺は急いでレインコートを羽織り、懐中電灯を持って外に飛び出した。美穂、どこにいるんだ？雨は激しく降り、風も強かった。最初は家の周辺を探した。庭、車庫、物置。でも、美穂の姿は見つからない。美穂が行きそうな場所はどこだろう。その時、ふと、隣にある公園が頭に浮かんだ。まさかとは思うが、美穂が行きそうなところでは、もうそこしか思いつかなかった。美穂！公園について、俺は声を振り絞って叫んだ。すると、暗がりの中で、うっすらと小さな影が見えた気がした。美穂か。急いでその方向に走り寄ると、なぜか美穂の他に、もう一人、見知らぬ少女がいた。パパ！美穂は俺を見つけると、泣きながら駆け寄ってきた。心配したんだぞ。こんな台風の中、なんで一人で出て行ったんだ？うーちゃんがね、いなくなっちゃったの。うーちゃんって、うさぎのぬいぐるみの？さっき起きたらうーちゃんいなくてね、
今日ばあばと公園で遊んだ時はいたの。だからね。どうやら昼間に母と美穂が公園に遊びに来た時に、うさぎのぬいぐるみを置き忘れてしまったらしい。さっきそのことに気づいた美穂は、慌てて外へ飛び出したようだ。美穂ちゃんのお父さんですか？俺が美穂の話を聞き終えると、少女が話しかけてきた。ああ、君は？私、あかねです。美穂ちゃんが泣いてたから、一緒に探してあげてたの。そうだったのか。ありがとう。うーちゃんまだ見つからない。わかった。じゃあ一緒に探そう。あかねちゃん、ありがとう。こんな時に外にいたら危ないから、君はもう帰りなさい。俺がそう促したが、私も探します。と言って帰る素振りは見せず、結局三人で探すことになった。早く見つけないとみんなで風邪をひいてしまう。焦りながらも懐中電灯の明かりを頼りに公園のブランコの周り、滑り台の下、砂場を探したがなかなか見つからない。パパ、うーちゃんは、どこ？きっともうすぐ見つかるよ。再び泣き出しそうになる美穂をなだめながら、手当たり次第探していると、あそこに何かありませんか？茜が公園の端にある垣根を指さした。懐中電灯を向けると、確かに何か白いものが垣根に引っかかっていた。うーちゃんがいた。俺が垣根からぬいぐるみを引っ張り上げると、美穂は嬉しそうに抱きしめた。美穂ちゃん、見つかってよかったね。茜ちゃん、ありがとう。危ないから家まで送ってくよ。いいんです。じゃあ。茜が去ろうとするとき、懐中電灯の光が彼女の顔を照らした。その時、茜の頬に不自然な青あざがあることに気がついた。顔だけじゃない。腕にも青あざがいくつか見える。ちょっと待って。俺の声に茜は足を止めた。その顔と腕の青あざ、どうしたの？これは、転んだだけです。茜はうつむきながら答えたが、その青あざの形や位置は、転んだでは説明がつかない。医師として、俺はすぐに、それが不自然だと感じた。やっぱり家まで送っていくよ。ここから近い？いえ、お家、近くないです。大丈夫です。私、歩いて帰れますから。茜の答え方に、ますます疑念を抱いた俺は。お家が遠いなら、先にあざの手当てをしないか。実は俺、お医者さんなんだ。すぐ隣が診療所だから見てあげるよ。茜は少し躊躇したが、結局うなずいた。その後、三人で診療所に向かう途中で、思いがけない人と出会った。先生？傘を差して歩いてきた人は、秀子だった。秀子さん、どうしたの？こんな時間に。忘れ物を取りに戻ってきたんです。先生こそどうしたんですか？秀子は、俺や美穂が濡れた姿、そして、茜の存在に驚いた様子だった。実は、美穂が一人で家から出てしまって、結局公園にいたんだけど、俺は、茜に聞こえないように、小声で付け加えた。この子、たまたま美穂と一緒にいてくれたんだけど、青あざがあるんだ。家も遠いみたいで、ちょっと気になって。
秀子は茜を見つめ、一瞬何かを思い出したかのように、表情が硬くなったが、すぐに優しい笑顔に戻り、茜に傘を差し出した。私も一緒に行きます。診察の手伝いもできますし。ありがとう。じゃあお願いするよ。診察所に戻り診察すると、懸念していた通り、体には複数の青あざがあり、中には古いものもあった。茜ちゃん、これは転んだ時の怪我じゃないね。誰にやられたの？気まずそうに押し黙る茜に、秀子が優しく声をかけた。茜ちゃん、怖いかもしれないけど、先生はいい人だよ。あなたを助けたいだけなの。その言葉に、ゆっくりと顔を上げた茜の目には、涙が溜まっていた。お父さんがやったの？茜は小さくうなずいた。よく言ってくれたね。秀子がそっと肩に手を置くと、茜は急に泣き出した。お父さんね、お酒を飲むと怖くなるの。怖くなる？うん、怒りやすくなって。お母さんは？お母さんは、お父さんが怖くて何も言えないの。たまに一緒に叩いてくるし、私のことどうでもいいと思ってる。それで、今日はどうして公園にいたの？今日の朝、お父さんとお母さんに反省しろって言われて、車でここまで連れてこられたの。それで、降りなさいって言われて。お父さんとお母さんは？そのまま車で行っちゃった。どうやって帰っていいかわからないうちに雨が降ってきて、暗くなってきて。俺と秀子は言葉を失った。なんと、茜はこんな台風の日に置き去りにされたらしい。子を持つ親として、俺は怒りが湧いてきた。それで、一人で歩いてたら、美穂ちゃんが泣いてるのが見えたから、一緒にぬいぐるみ探してあげてたの。そうか、それは大変だったね。茜ちゃん、怖かったね。もう大丈夫だよ。話を聞き終わると、俺は秀子と相談して、すぐに警察と児童相談所に連絡した。それから1時間ほどして、警察官と児童相談所の担当者が診療所に到着した。俺たちが改めて事情を話すと、皆顔をしかめていた。じゃあ、茜ちゃん、行こうか。児童相談所の担当者がそう促すと、お家に帰らないの？少し心配そうに茜が尋ねた。今夜は別の安全なところで過ごすことになるよ。茜ちゃんが安心して眠れるところだから大丈夫。秀子の説明に茜はゆっくりとうなずいた。一方、この1時間ですっかり茜に懐いた美穂は寂しそうにしていた。美穂ちゃん、バイバイ。茜お姉ちゃん、これ。美穂はうーちゃんを茜に差し出した。いいの？大事なぬいぐるみでしょ？茜お姉ちゃん、うーちゃんのこと一緒に探してくれたからあげる。美穂ちゃん、とっても優しいね。秀子が美穂の頭を撫でると、美穂は少し照れくさそうに笑った。美穂ちゃん、ありがとう。うーちゃん大切にするね。うん、茜お姉ちゃん、バイバイ。その後、茜は
児童相談所の車に乗り込み、雨の中に消えていった。また会える？きっと会えるよ。先生、もう遅いので、私も帰ります。お疲れ様でした。ああ、今日は本当にありがとう。また明日、よろしくお願いします。はい。美穂ちゃんもおやすみなさい。おやすみなさい。あの台風の夜から数日が過ぎた。今日も診療所は普段通りの穏やかな雰囲気に包まれていた。おはようございます、先生。おはよう、修子さん。いつも通りの朝の挨拶を交わした後、修子がカルテを整理しながら、ふとつぶやいた。あかねちゃん、今頃どうしてるかな？そういえばあの子、その後どうなるんだろうな。調査が終わるまでは一時保護所で過ごすみたいです。そうなんだ。子供にとっては辛い状況ですよね。うん。それからさらに1ヶ月ほど経った頃、修子が珍しく申し出てきた。先生、今日は少し早めに失礼してもよろしいでしょうか？いいよ。何かあったの？少し用事がありまして。わかった。今待ってる患者さんが終わったら、俺一人で大丈夫だよ。ありがとうございます。そういう彼女の様子は、普段よりどこか落ち着かないように見えた。その日の診療が終わった後、和美と雑談をしていると、そういえば修子さん、例の保護した子に会いに行ってるみたいですね。え、あかねちゃんに？ええ、私も詳しくはわからないですけど。数日後、俺は修子にさりげなく事情を聞いてみることにした。修子さん、あかねちゃんに会いに行ってるの？え？あ、ごめん。ちょっと小耳に挟んで。でもどうして？その問いに、修子の表情が少し戸惑った。なんとなく、あかねちゃんが気になって。あ、余計なこと聞いてごめん。実は俺も気になってたからさ。あかねちゃん、元気そう？はい。最初は緊張していましたが、少しずつ心を開いてくれるようになりました。そっか。それはよかった。実は、昨日も会いに行ってきたんです。ああ、だから早退だったんだ。はい。そういえば、その後の調査で、両親は保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたそうです。しかもあかねちゃんのお父さん、アルコール依存症だったみたいなんです。お酒を飲むと、表変するタイプみたいで。そうか。お母さんも、あかねちゃんが言っていたみたいに、旦那さんが怖くて逆らえなかったみたいで、一緒になってあかねちゃんのこと、本当にひどい話です。ああ、本当にな。じゃあ、あかねちゃんはこれから施設で暮らすのかな？ええ、そうなると思います。でも、修子が何か言いかけたが、患者がやってきて話は途切れた。その夜、美穂と夕食を食べていると、パパ、私、あかねお姉ちゃんとまた遊びたい。どうしたの？急に。今日のお昼寝の時、あかねお姉ちゃんの夢見たの。それで会いたくなっちゃった。そっか。実は修子さんがあかねちゃんに会いに行ってるらしいんだ。今度、俺たちも一緒に行けるか聞いてみるよ。ほんと？やったー。次の日、俺は早速、修子に尋ねてみることにした。修子さん、
まだあかねちゃんに会いに行ってる。美穂があかねちゃんに会いたいって言ってるんだけど、俺たちも一緒に行くことはできるかな。美穂ちゃんが？うん。美穂のやつ、すっかりあかねちゃんに懐いてただろう。昨日、夢に出てきたんだって。そうですか。じゃあ、担当の先生に確認してみますね。数日後、秀子が笑顔で話しかけてきた。先生、美穂ちゃんの面会、OK が出ましたよ。本当？美穂も喜ぶよ。今週末、お時間ありますか？うん、大丈夫。じゃあ一緒に行きましょう。週末、施設に着くと、美穂は落ち着きなく周りを見回していた。あかねお姉ちゃんは？もうすぐ会えるよ。面会室に案内され、しばらく待っていると、あかねがやってきた。思ったより元気そうで安心した。あかねお姉ちゃん。美穂は待ちきれずに駆け寄って、あかねに抱きついた。あかねも少し照れながらも、嬉しそうに美穂を抱き返していた。美穂ちゃん、元気だった？うん、あかねお姉ちゃんに会いたかった。あかねの手には、あの時美穂がプレゼントした、うーちゃんがしっかりと握られていた。うーちゃんも元気だね。うん、大切にしてる。いつも一緒だよ。その後は、みんなでお茶を飲みながら、あかねの話を聞いた。その横では、秀子が優しそうな顔で、あかねを見守っている。ねえねえ、ここどんなとこ？お友達いる？うん、みんな優しいよ。先生も勉強教えてくれたりするんだ。あかねの話を聞きながら、美穂は目を輝かせていた。そして秀子は時折、あかねの髪を優しく撫でる。そんな平和な光景に、俺は胸が温かくなるのを感じた。また来てね。うん、絶対来る。帰りの車の中、美穂はあかねのことをずっと話していた。あかねお姉ちゃん、元気だったね。ああ、ほっとしたよ。私、あかねお姉ちゃんとね、また遊びたいな。すると秀子が笑顔で、もしよかったら、これからも一緒に来てくれませんか？え、いいんですか？はい。あかねちゃん、みほちゃんと話せて、とっても楽しそうでしたから。ありがとうございます。美穂、やったな。うん、やったー。それから毎週末、俺たちは秀子と一緒にあかねに会いに行くようになった。そして仕事以外で秀子と過ごす中で、これまで気がつかなかった女性らしい仕草や子供たちに対する優しい振る舞いを見て、俺はいつの間にか秀子を意識するようになっていた。妻が亡くなってから3年、こんな気持ちになったのは初めてで戸惑った。だけど、その思いは暗く沈んだ俺の心に差す一筋の光のようだった。それからしばらくして、いつものようにあかねに会いに行った帰り、美穂が寝入ってしまい、車内は静かだった。ゆきや先生、ちょっと相談があるんです。秀子が唐突に切り出した。どうしたの？実は私、あかねちゃんの里親になろうかって考えてるんです。え、そうなの？まだ決めたわけじゃないですけど、結構真剣に考えてるんです。
修子さんにちゃんとした覚悟があるならいいと思うよ。あかねちゃん、すごく修子さんに懐いているし。ありがとうございます。正直、どうしてここまで修子があかねに肩入れするのかわからなかったが、あかねにとっても優しい修子のもとで、自分だけの居場所を見つけられるのはいいことだと思った。あかねが児童養護施設で暮らし始めて3ヶ月が経った。俺たちは相変わらず毎週のように面会に通い、覚悟を決めたという修子の里親申請も順調に進んでいるようだった。先生、今週末もあかねちゃんに会いに行きますか？うん、美穂も楽しみにしてるし。わかりました。10時でいいですか？ああ、それで。日曜日の朝、いつものように俺と美穂は修子と待ち合わせて一緒にあかねの施設へと向かった。今日はあかねお姉ちゃんにこれ見せるんだ。なになに？お花だよ。美穂は小さなバッグから折り紙で作った花を取り出した。わあ、すごいね。上手に作ったね。修子が褒めると、美穂は嬉しそうに笑った。保育園で先生が教えてくれたの。穏やかな会話をしながら施設に着いたとき、何かいつもと様子が違うことに気づいた。玄関前に数人の職員が集まって何やら話し合っている。どうしたんだろう。俺たちが車から降りると施設の職員が駆け寄ってきた。すみません。今日は少し。職員の言葉が途切れたとき、建物の中から男の怒る声が聞こえてきた。どこにいるんだ？茜を出せ！まさか。修子の顔が険しくなる。茜ちゃんのお父さんが先ほどから娘さんに会わせろと。職員の説明によると、茜の父親が出所したばかりで、朝から施設に押しかけてきているという。酒の匂いがするらしく、すでに警察には連絡してあるとのことだった。美穂、車の中で待ってて。でも、あかねお姉ちゃんは？今はダメだ。車の中で待っていなさい。美穂を車に戻し、俺と修子は施設の中へ入った。ロビーでは、酔った様子の茜の父親が職員に詰め寄っていた。親に会わせないとはどういうことだ？さっさと茜を連れてこい。職員たちが必死になだめようとしているが、父親は全く聞く耳を持たない。お父さん。その時、廊下の向こうに茜の姿が見えた。彼女は恐怖に顔を引きつらせていた。あかねちゃん。しゅうこさん。修子がすぐに茜のもとへ駆け寄ると、茜は震えながら修子に抱きついた。お前は誰だ？俺の娘から離れろ！父親が茜と修子の方へ歩み寄ろうとし、その姿を見た茜は恐怖で体を硬直させていた。すると、修子は体で茜を守るように、毅然と立ちはだかった。あなたにあかねちゃんは渡しません。なんだと？部外者が余計な真似をするな。あなた、あかねちゃんに何をしたか分かっているんですか？散々怖い思いをさせて、挙句に台風の中、置き去りにするなんて、あなたのような人は、あかねちゃんの親だと名乗る資格はありません。修子の声には、ただの怒りだけでなく、何か強い感情が込められていた。
黙れ。お前に何がわかる。激高した父親が秀子に手を挙げようとした瞬間、俺はとっさに二人の間に入った。やめてください。なんだお前は。警察はもう呼んであります。これ以上騒ぐと余計に不利になりますよ。冷静に言ったつもりだったが、父親は鼻で笑って、再び秀子と茜に向かって詰め寄ってきた。近づかないで。その時、秀子は茜をかばうように抱きしめ、父親を強く押し返した。すると父親はよろめき、バランスを崩して床に座り込んだ。この女、暴力を振るいやがった。その直後、警察官が何人か施設に駆けつけたが、父親は警察官に対して、秀子に暴行されたと訴え始めた。職員たちが事情を説明しようとするが、この女が悪い。こいつを逮捕しろ。と騒ぎ続けていた。すみませんが、事情を聞きたいので、一緒に署まで来てもらえますか。はい。秀子は顔を青ざめさせながらも、そのままパトカーに乗って施設を去っていった。秀子さん、私のせいで悪者になっちゃうの？大丈夫。ここにいるみんなが秀子さんの味方だから。俺は泣きそうになる茜の肩をそっと抱きしめた。その後、俺は警察署に出向いて秀子を待つことにした。すると、1時間ほど経って秀子が出てきた。秀子さん、大丈夫でしたか？雪谷先生、来てくださったんですね。ありがとうございます。一応、事情は説明させてもらいました。施設の先生方の証言もあるので、立件されることはないみたいです。それはよかった。でも私、茜ちゃんの里親申請中なのに、こんなことがあったら。大丈夫ですよ。秀子さんは、茜ちゃんを守ろうとしただけじゃないですか。でも、もっと冷静に対応すべきだったんです。感情的になって、茜ちゃんのお父さんを突き飛ばしてしまって、もしかしたら、彼女のことを傷つけてしまったかもしれない。秀子は涙をこらえようとして声を震わせた。秀子さん、大丈夫？ちょっと休もうか。俺たちは警察署を出て、近くの公園のベンチに座った。はい、これ。俺は自販機で買ったお茶を秀子に手渡した。ありがとうございます。ちょっとは落ち着いた？はい。秀子は顔を上げ、遠くを見つめた。実は、私も茜ちゃんと似たような環境で育ったんです。え？私の父もお酒を飲むと人が変わって。その後も秀子は彼女の父親も酒乱で母親は無関心だったこと。その結果、最終的に施設で育ったことを淡々と話してくれた。だから、あの台風の日に茜ちゃんの話を聞いて昔の自分を見ているようで、なんとかあの子の力になってあげたいって思ったんです。そうだったのか。彼女の話を聞いて、俺はこれまでの彼女の行動がようやく腑に落ちた。でも、こんな私じゃ、里親の資格ないですよね。秀子さん、それは違うよ。え？君は自分の過去の経験があったから、茜ちゃんの気持ちがわかる。だからこそ、茜ちゃんを守るために行動できたんだ。でも、さっき茜ちゃんは父親じゃなくて
君の心配をしていたよ。自分のせいで修子さんが悪者になったらどうしようってね。確かに親になるなら時には感情を抑える必要もあるだろう。でも子供を守るために行動できる心の強さの方がよっぽど大事だよ。修子は少し驚いた表情で俺を見た。修子さん、もう一度言うよ。君は茜ちゃんのために行動した。それは間違いじゃない。雪谷先生。俺も協力するから、これからも一緒に茜ちゃんを支えていこう。俺が修子の手を取ると、彼女の目には涙があふれた。ありがとうございます。すると、美穂も。私も修子さんのこと支えてあげるね。と言って、修子の手をぎゅっと握った。美穂ちゃんもありがとう。よろしくね。うん。さあ、茜ちゃんのところに戻ろう。きっと心配してるよ。はい。俺たちは立ち上がり、施設へと戻ることにした。施設に着くと、茜は恐る恐る修子の顔を見つめていた。修子さん。茜ちゃん、心配かけてごめんね。私のせいで、修子さんが警察に連れて行かれちゃった。ごめんなさい。違うよ。全然茜ちゃんのせいじゃない。修子がなだめるが、茜の表情は変わらなかった。その小さな胸で、必死に己の罪悪感と戦っているんだと思うと、俺は心が締め付けられた。私、もう修子さんたちが会いに来てくれないんじゃないかって。そんなわけないじゃない。むしろ、私の方こそ、茜ちゃんの前で、お父さんにひどいことしてしまってごめんなさい。修子が頭を下げると、茜はゆっくりと修子に近づき、その手を握った。修子さん、ありがとう。私のこと、お父さんから守ってくれて。茜ちゃん。私ね、すごく嬉しかったんだよ。今までは、ああやってお父さんが怒っても、誰も私のことを助けてくれなかったから。その言葉に、修子は静かに茜を抱きしめた。俺もそんな二人を見て、目頭が熱くなった。数日後、児童相談所から連絡があった。茜の両親は別の場所で再び問題を起こし、逮捕されたそうだ。それから1ヶ月後、修子はめでたく茜の里親として認められ、二人は診療所から歩いて15分ほどのアパートで一緒に暮らし始めた。相変わらず美穂は茜に会いたがって、家が近いこともあり、平日の夜は修子に誘われて一緒に夕食を囲んだり、休日も共に出かけることが多くなった。先生、いつもありがとうございます。いや、こちらこそ、特に美穂は茜ちゃんが大好きだからね。修子さんも茜ちゃんとの生活に慣れてきたみたいだね。はい。毎日楽しいですし、茜ちゃんと過ごすことで、私自身少しずつ過去のトラウマが癒されていくのを感じてるんです。それはよかった。こんな風に茜ちゃんと暮らせるようになったのは、雪谷先生のおかげです。あの公園で私の手を取ってくれなかったら、きっと諦めていたと思います。そう言って笑う修子の顔が以前よりも明るくなっていることに気づいた。それは俺をほっとさせると同時に
心の中にある気持ちを強くさせていた。そしてその夜、秀子の家で夕食を共にした後、のんびりしていると、パパ、これ見て。あかねお姉ちゃんと描いたんだ。美穂とあかねが嬉しそうに絵を持ってきた。これパパ。これみほ。これあかねお姉ちゃん。これしゅうこママ。しゅうこママ？秀子は驚いたように目を丸くしたが、美穂は無邪気に笑った。だって、私たち、いつも一緒だもん。家族みたいだよねって、みほちゃんと言ってたの。ねえ。美穂とあかねは笑い合った。その後、隣の部屋から寝息が聞こえてきた。あら、子供たち寝ちゃったみたいですね。遅くまでごめん。もう帰るよ。え。それにしても、美穂とあかねちゃんの絵、驚いたよな。はい。しゅうこママって。恥ずかしそうに笑う秀子を見て、俺の胸が高鳴った。そして思った。気持ちを伝えるのは今なんじゃないかと。でも、なんか自然に感じたよ。え？俺も前から思ってたんだよ。4人で過ごす時間が本当に幸せで家族みたいだなって。雪谷先生。秀子さん、俺、あなたのことが好きです。秀子は驚いた表情で俺を見つめたが、すぐにその目に涙が浮かんだ。本当ですか？ああ、仕事ができて優秀な人だってずっと尊敬はしてたんだよ。でも、あかねちゃんが現れて、仕事以外でも一緒に過ごすようになって、秀子さんの優しさや芯の強さにどんどん惹かれていったんだ。ありがとうございます。実は私も同じ気持ちだったんです。雪谷先生のことが好きです。じっと見つめる秀子がたまらなく愛おしくて、俺はそっと彼女を抱き寄せた。こうして俺と秀子は交際を始めた。もうすっかり家族みたいなもんね。いつまで別々に暮らしてるの？和美にそう生し立てられたのがきっかけで、1年後、俺は秀子にプロポーズし、結婚した。父や母も秀子のことはよく知っていたから。こんないいお嬢さんなら大賛成だ。あかねのことも理解してくれた上で、喜んでくれた。それから3年が過ぎた今では、4人で同じ屋根の下、幸せな家族として暮らしている。美穂は小学2年生に、あかねは中学1年生になったが、相変わらず本当の姉妹のように仲良しだ。パパ、見て見て。朝、キッチンから美穂の声が聞こえる。おはよう、美穂。もしかしてコーヒー入れてくれたのか？うん、あかねお姉ちゃんが教えてくれたの。みほちゃん、頑張ったよね。えへへ。おはよう。そこへ秀子もやってきた。あ、ママの分も、あかねお姉ちゃんとコーヒー入れたよ。気がつけば、美穂とあかねは、秀子のことをママと呼ぶようになっていた。最初は照れていた秀子も、今では自然に受け入れている。まあ、ありがとう。いい香りがすると思ったのよ。診療所も変わらず地域の人々に愛されている。先生たちはいつ見ても仲良しね。周りにいるだけで
幸せをお裾分けしてもらってる気分だわ。和美の豪快な明るさも健在だ。茜がね、看護師になりたいって言ってたのよ。そうか。きっといい看護師になるだろうな。勉強も熱心だし、人を思いやる気持ちも強いから。君に似てね。ふふ。隣で微笑む修子を見つめながら、俺は幸せな気持ちに包まれた。